おはようございます。阿部義俊です。今回は、注文してたカメラストラップが届いたんで、ちょっと開封してレビューという感じでやっていこうと思います。シグマのシャツを着てライカの話をしてしまいますが、これが僕がこの間買ったライカ、M11P で、ですね、ここに今までそのピークデザインのリーシュっていうストラップをつけておりました。で、今回ビッグカメラで黒はもしかすると僕が、買った後になんか品切れになったみたいで最後の1本だったかもしれないですけど、ランスカメラストラップというメーカーの、アジャスタブルストラップというやつを買いました。僕がこっちに動いちゃうとマイクが音を拾えないのか、こんな時こそピンマイクだよね。なんとなくこう質感みたいなものをちょっと見てもらえるといいんですけど、いわゆる紐型の、ロープ型のストラップで、もうこういうピークデザイン、このリーシュみたいなこう平べったいタイプじゃなくて、チューブ状というか円柱状というか紐状のやつですね。で、これがそのライカの公式のストラップもアルチザン&アーティストとかクーフとかのストラップもちょっと紐状になっていて、紐状のものをちょっと探していて、ちょっとビッグカメラで安くなっていたんでこれにしてみました。結果的には、ちゃんとアジャスタブルで、紐の長さを変えることができて、でこのロープ型のデザインがなんていうか、ちょっと特徴的で普通のそのストラップではないっていう感じがあって特別感があって、その辺は狙い通りというか良かったかなと思います。つけてみた感じはですねこのマイクはちょっと失敗だったな。つけてみた感じは座って喋りゃいいのか。つけてみた感じですけど、この結び目が肩にゴツゴツきちゃって正直、つけ心地的には今のところ良くはないです。カメラ自体がそれほど重たいカメラではないので、結果的にすごくなんかこれでなんていうかな、痛くなるみたいなことは今のところないんですけど、これで僕はよくこういうバッグをたすきにかけて、でその上からこのカメラを持ってなんとなくカバンの中に入れつつ撮りたい時にこうさっと取り出すというような撮り方をすると思うんで、ここの肩のねこの紐の部分がちょっとゴツゴツとして、そうだな、これ慣れてきたらなんとなくこううまい運用が見つかるかもしれないですけど、今こうちょっと試してみた分にはここがこの出っ張ってるこの団子になってるところがぶつかってあまり快適ではないです。という意味ではなんかデザインを見た時にはちょっとおしゃれ感があってこれがいいぞと思ったんですが、結果的に言うとそうだな、もうちょっと使わないと分かんないですけど、ちょっと改善の余地ありというか、なんかこのままだとやっぱりこの紐が二重になってるじゃないですか。でここがどうしても肩に当たって痛くはないけど、やっぱりなんかねゴツゴツして違和感があるんですよ。でここがぶつかるせいでこうストラップ自体がこうスルスルっと滑らかに滑らないんで、ちょっと肩こうカメラを持ち上げた時とかにここが引っかかるんで、なんかねこうスマートじゃないんですよ、この見た目の良さに反して。そうだな、今考えてるのは結局買ったっきり、使わずじまいになりそうだなって思っていた、革製の肩パッドが意外とつけてもそんなに違和感がないですし、これつけるとそうね、肩の、違和感というかそのゴツゴツ感みたいなものはだいぶ改善されるんで、もしかするとこれでいいかもしれません。で僕としては期待していたっていうか望んでいた機能としては、この長さ調節が、このピークデザインのリーシュみたいにもうここを掴んでこうキュッて引っ張ったらシュッて伸びてピタッと止まって、で縮めたい時に反対側持ってギュッて引っ張ったらキュッと縮んで、でまた手離すとピタッと止まって絶対緩んでこないみたいな、こういう抜群の使い心地を期待していたんだけど、ピークデザインが優秀すぎ使ってみると本当に手に馴染むというか、僕自身がこのリーシュっていうそのストラップをずっと使っていたんで使用歴が長いんでね、その分ちょっとひいき目というか使い慣れてるっていう分の補正はあると思うんだけど、でもやっぱりねピークデザインなんてすんげえよくできてるんですよ。でこれは別によくできてないわけじゃないんですけど、デザインもいいですしね。で今だからこれをつけてちょっと使ってみてどうするかをストラップの理想のストラップを求める旅がなかなか終わらないというか。でもねこれ思ったんだけど、マイクこの紐状のパーツがこっちの紐はここから伸びてって、ここに結び目があるんですよ。でこっち側の紐は
キューって伸びていって、でここを渡って、でここにさ輪っかの結び目があるんですよ。で真ん中の2箇所にこのゴムの、パーツがあって、こいつが紐を常にギュッと締めてるからその緩まないし、で長さを変えようと思ったらここをこう緩めて、このゴムの位置をこう手でこう動かしていくとゆっくりゆっくり長さ変わるんですよ。だからそのこうさっと長さを変えることはできないんですよ。緩んでくる感じはないんだけど、で思ったんだけど、これはすごい理にかなってるというか、スマートでなんていうかな、いいアイデアだと思うんですよ。こっち側の紐はここに輪っかがあって、こっち側の紐はここに輪っかがあって、でこの輪っかの範囲の中でその長さ自由に変えられるじゃないですか。すごくなんていうかな、そのスマートにその輪っかが2箇所あるっていうだけのシンプルな構造で長さが変更できて、これはいいと思うんですよ。でこのゴムのパーツでその長さを固定しようとしてるから、なんかこうもたもたっとしちゃうんで、こいつがそれこそこういうパーツでここにパチッと常に挟んどいて、これ挟んでる間はなんていうかな、長さ固定じゃないですか。長さ固定で。で、こいつをちょっと緩めたらスーッと長さ変わるみたいな、こういう平べったい一箇所だけのパーツにしておけば、もっと簡単に長さが変えられて、かつそいつが肩パッドになっていて、このゴツゴツした部分を緩和してくれていいと思うんですよ。だからそれこそ本当にこれなんかここにその滑り止めのパッドかなんかつけて、ここでバチッと止めたら、このゴムのパーツいらなくなって、なんかよりこうスマートにススッと長さ変えられたりするようになるかもしれないですね。ちょっと買ったばっかりなんで、これ切っちゃったらもう元に戻んないでそれにできないですけど、なんかなのになと思ったら、ここまではいいんですよ。このゴムのパーツがこの中では非常にスマートではないんですよ。ここをね、そのランスカメラストラップさんは改良したバージョン2をぜひ出してください。このその基本的な作りはすごくいいと思うんですよ。シンプルさで言えばやっぱりここが同じその紐の材質でそのまま輪っかにして、ここでそのゴムのリングでギュッと止めてっていうのはこれはまあシンプルだし正しいと思うんだけど、もしかするとここの部分だけ金属のパーツにしちゃうと痛いから、なんか柔らかい材質でもっと細くて頑丈なパーツで作れれば、よりここが出っ張らなくて済んでスマートになるかもしれないですよね。なんかそのあたりこの構造自体はすごくいいなと思ったんで、長さがシンプルにスマートに変えられて、このゴムのパーツのせいで素早く変えられないから、それはすごく大きな減点なんだけど、なんか惜しいって感じですね。あとはこの金属のリングのパーツがすごく普通のパーツなんで、今ちょっとちっちゃいのついてるのはさっきまで使ってたピークデザインのやつとかちっちゃいのくっついてるけど、これは関係なくて、この大きいリングのパーツが普通の金属のパーツで、もうちょっと何か特別感のあるパーツになるとよりいいですねみたいなことで、そうだな、しばらくはこれを使っていきますけど、これがゴールではないということが分かりました。それは惜しい。しばらく使っていくうちにもしかすると馴染んで、やっぱこれでいいやってことになるかもしれないですけど、僕としてはやっぱりショルダーで下げてる時と、なんか取ってる時と、カバンに入れてカバンの中に隠し持つみたいにして持ち運ぶ時と、この紐を全部外しちゃってカバンの中に丸めてしまっている時とで、この紐の長さをこまめに変えたいタイプなんですよね。なのでそうだな、結局のところこいつはだから惜しいっていうところと、ピークデザインのリーシュがすんげえよくできてるっていうね、もうなんかじゃあもうリーシュでいいやってなるんだけど、なんかやっぱりこういうちょっと特別感のあるデザインのものがなんかあればいいのになっていう、ないものねだりをしているところであります。もしかするとだからちょっと繰り返しになっちゃうけど、この肩パッドで何かが少し紛れるかもしれないです。ということで今日はライカ M11P にランスカメラストラップのストラップをつけてみました。結果的に100点満点で70点か75点かそのぐらいの出来かな。なんか惜しいっていう感じです。もうちょっと使い込んでからまたちょっとレビューするかもしれないです。ということでした。はい、ありがとうございました。では。